睡眠タイプ別ゲット優先度ゴールド急発電所編。ジャスファルと申します。睡眠タイプ別にポケモンの評価を再考察してみる企画第2弾。今回はゴールド急発電所編をお届けします。初回となる前回はアンバー警告編だったんですが、アンバーから逆算してティア表を作っていったので、よろしければアンバー編もご覧いただけますと幸いです。最終的には若草本島まで戻っていくつもりなので、始めたての方も最後までお付き合いいただけますと、何かしら参考になるところがあるんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。ってことで、このティア表では分かりやすく各フィールドの各睡眠タイプ3匹ずつトップ3を S、A、B の順番で並べてあります。各フィールド9匹が選抜される形です。またこれを作っている人間の属性は無課金で最初期から遊んでいて、睡眠タイプは狙わず分割睡眠もしていないというものになります。人によってめちゃくちゃ差が出るものと思いますので、ぜひ皆さんはどう思うかもコメントお待ちしております。この動画だけでなくコメントもいろんな意見参考にしてみてください。そしてゲームのバージョンは 3.3.0 となっております。2026年2月末現在です。ってことでお待たせしました。睡眠タイプ別ゲット優先度ティアゴールド急発電所編参ります。というわけでゴールドのゲットティアこんな感じにしてみました。左からうとうとすやすやぐっすりになっておりまして、下にいる子たちは時点で入れるならこの辺かなというポケモンたちを置いてあります。ってことで今回も睡眠タイプ別にお話ししていきます。まずはうとうとタイプ。ゴールドうとうとは S アゴジムシ、 A ニャオハ、 B バケッチャとしてみました。皆さんの感覚的にはいかがでしょうか。画面右側にはゴールドウトウトの未進化のポケモンたちを表示してあります。ちょっとバケッチャだけサイズ分4匹いるんですけどご容赦ください。ってことでこのメンバーの中で S に置いたのがアゴジムシです。ここはかなり鉄板なんじゃないかなとは思ってます。ゴールド限定のポケモンで唯一の A コーヒー食材得意ってことで、初登場時から現在に至るまでゴールドで厳選をする最も大きな目的になる一匹なんじゃないかと思ってます。進化に雷の石を使うのだけがネックといえばそうなんですけど、能力も申し分ないですし、キノコ方面でも最強格ですし、実は私第三食材甘い蜜のクワガノンも実際に育成して採用してるんですけど、基本的な能力が十分高いので、そういった役割でも比較的応えてくれる素晴らしい一匹かなと思ってます。3つ個体は本当に所持数あふれにだけはご注意ください。またさらに追い風なのが、基本的にゴールドの次ってアンバーに行くことになるんじゃないかなと思うんですが、アンバーで木の実一致の虫タイプでもあるんですよね。木の実の能力はお世辞にも高いとは言えないんですけど、カビゴンに好みの木の実をあげるウィークリーミッションとかもあったりしますし、不一致よりはそりゃ一致してる方がいいよねってことで、どこを切り取ってもアンバーウトウトで最も優先して狙いたいポケモンなんじゃないかなと思いました。スキルがエナジーチャージ S で、こちらも強いとは言い難いので、場合によってはデンジムシやクワガノンを直接狙うことも検討してみてください。クワガノンは22ゲージなんですけどね。うちのサブアカは本当にアゴジムシ厳選を終えられず、直接ゲットしたクワガノンを育成して採用してます。ってことで、フィールド限定で唯一の A コーヒー食材得意、アゴジムシは自信を持って S ランクとしてます。アンバーウトウと続いて A はニャオハとしました。アゴジムシがウトウトの絶対的ワントップ感があるんですけど、ニャオハは本当に無課金視点でめちゃくちゃ評価が高いポケモンなので、諸説ポイントであるといえばそうですなんとニャオハはラピス編でもウトウトの A ランクに置いているくらいには超絶信頼しているポケモンでして、とにかく鍋拡張が偉すぎる。私本当にゲーム序盤の料理って全部無視してもいいんじゃないかぐらいの過激な思想を持ってるんですけど、ゴールドのコーヒー料理くらいから本格的に料理が強くなってくるなっていう感覚があるので、満を持してでかい料理作りに乗り出していきたいタイミングでもあるかなと思ってます。キャンチケなしででかい料理を作るためには鍋拡張が必須となるので、かなり料理推しの選択肢なんだなと思っておいてください。ゴールド環境当時でもマスカーニャとレントラーの助けを経て、スプリングフェスとかではウノハナマスター20なんかも達成できましたね。
そしてアンバー環境でも鍋拡張重ねがけ前提のレシピがありますので、まだまだ現役で活躍中です。新緑アボカドグラタンなんてマスカーニャドンピシャですよね。本当に今後も長きにわたって活躍してくれることと思ってます。で、鍋拡張持ちの食材得意というだけであまりにも偉いんですけど、2進化でスキルレベル3にできるとか、うの花限定のアルクジラを除くと唯一の A ポテト食材得意であるとか、 B ミルクの食材得意もニャオハしかいないとか、マスカーニャは悪タイプになるのでダークライチームでも活躍できるとか、本当にね、もう偉い要素の塊ポケモンなんですよね。そしてラピスからレンチャンでの登場となるので、ラピスで溜まった飴も引き続き生かして育成することができるってことで、なんとかね、ラピスとゴールドで厳選を終えるつもりで挑んでみてください。私は失敗しましたラピスにはね、絶対的エースともいえるミニ竜がいて、ゴールドにはアゴジムシがいるので、その2匹がいなくてニャオハがいるときは積極的に狙うことをお勧めしたいかなと思います。そんなもうシンプルにパルの激推しポケモンなニャオハ A ランクです。で、話してて思ったんですけど、今やコーヒーなしのレシピもかなり選択肢増えましたし、もしかしてニャオハを S にしてもいいっていう未来あったりしますかね。もしね、プラスルを育成するとか、コーヒーはボスゴドラでなんとかするよっていう場合は、ニャオハ S の世界線まであるんじゃないかなという気はちょっとしてきましたまあひとまず無課金的にも貴重な鍋拡張レベル3を狙うことができて、ポテトもミルクもなんなら生姜もかなり偉いニャオハをゴールドウトウトの A としてみました。めちゃくちゃおすすめです。さあ、ゴールドウトウト最後はバケッチャです。バケッチャもね、実は A かもしれないという話はあって難しすぎるんですよね、ゴールドウトウト。もちろんね、今後のカボチャの重要度次第なんですけど、カボチャはバケッチャかミカルゲ以外ほぼ替えが効かないってことで、無課金的にはね、かなりバケッチャ一択の雰囲気もあり、重要度的にはニャオハより上と言っても差し支えない気はするんですけど、ギリアンバーでも出現するのと、今のところカボチャのレシピがそこまで多くないので B かなという感じです。あとはね、これは完全に気持ち的な話なんですけど、ニャオハってアンバーには出てこないので、ゴールドで厳選が終わってないとちょっともう後がないっていう感じがするんですよね。対してバケッチャはミカルゲとともにアンバーでも待っててくれるので、評価下げ気味に置いちゃってるところがあると思いますでもアンバーはアンバーでね、うとうとかなり渋滞してるので、実はやはりゴールドでも A とかに置いていい器なのかもしれませんさっきあれだけね、ニャオハ S かもしれませんとか言っといて、現実を見るとそんなもんなんじゃないかなという気はしてます。そんなわけでゴールドウトウト、ゴールドで厳選をする大きな理由になるアゴジムシが S、 パル激推しのニャオハが A、替えの利かないカボチャ担当バケッチャを B としてみました。皆さんはいかがでしょうか。時点はキャタピーなのかなと思ってるんですけど、次のフィールドがアンバーだからっていうところと、キャタピーの飴の集めやすさを主に評価したっていう結果ですね。とはいえやっぱりトップ3に比べると重要度みたいなところは大きく下がるのかなとは思うので、トップ3以降はね、トップ4以降はかなり諸説ポイントになるかなと思いますね。そんなね、アンバーウトウトの他のポケモンたちについても仙外にした理由を軽くお話ししていこうと思います。まずアーボは1進化の分キャタピーよりトータルの寝顔の数が少ないんですよね。なのでリサーチで若干飴が集まりにくいってことで、まだキャタピーの方が上なのかなとは思ってるんですけど、毒タイプ唯一の木の実得意ポケモンですし、お手伝いブーストダメをするのであればキャタピーより毒タイプの木の実の方がエナジーが高いので有利だったりするので、お手ぶの有無と食材で選ぶのがいいのかなと思ってます。本当にビサかなと思いますね。で、ゴースはゴールドにおいてフィールド一致になるので、できたらゴールド前に厳選できたらなと思うんですけど、A ハーブがミニ竜と被っているので、ミニ竜厳選の結果次第で対応を変えたいっていう方もいるんじゃないかなっていう気はしてますね。本当にね、ゴース出現フィールドも多くて、ハロウィンでも飴が集めやすくて、進化アイテムも調達が容易で、食材はどれもなかなか貴重ってことで普通にめちゃくちゃ評価高いです。出現フィールドが多いので、さすがに今回は仙外っていう感じにしてますね。トープとウノハナでは A に置いてもいます。
で、闇カラスはしっかり強くて夢のかけらも集められるので、刺さる人にはめっちゃ刺さるスペックなんじゃないかなと思ってるんですけど、フレンドポイント16が重たいのと闇の石が必要なので仙外としました。なんですが、コーヒーを集められるっちゃ集められるポケモンなので、もしかするとマスカーニャとアクセットで優先度を上げてもいいのかもなとは思いましたね。お次、キモリはラピスからゴールドに来たよっていう、そんな状況を想定しているので、今からゲットするポケモンではないのかなっていうところで仙外にしてます。能力そのものはめちゃくちゃ評価してます。で、影坊主はゴールドまでに厳選したいなってことで仙外としたんですが、不安手はもっと超強化してもよくないですか、運営さん。せっかくね、サプライズで登場してくれた非常に個性的なスキル持ちなんですけど、貯めている間にチームを変更できないっていう、とんでもない制約と制約を背負ってる割にはメリット控えめなんじゃないかということで仙外としてます。本当にね、蓄える、なんかもう今の 1.5 倍とか、なんなら2倍とか強くなっても誰も文句言わなかったりします？さすがに2倍は嘘かな。他のエナジーチャージ組から文句出ますかね。不安定、今後に期待ということで、今回は仙外としまして、で、ミミッキュはフレンドポイント16なので、無課金的には影坊主でいいかなという気持ちですかね。そんなゴールドウトウトでした。なんだかんだね、ゴールドウトウトも闇カラス、キモリ、一応不安定、バケッチャ、ミミッキュ、だいぶ増えましたよね。さあ、それでは続いてスヤスヤタイプ参ります。ゴールドスヤスヤは S コリンク、 A デデンネ、 B ホゲータとしてみました。時点でパモさんにしてみたんですけど、ライコーがいる方は圧倒的にパモさんを狙ってください。私ライコーとパーモット一緒に使ってるんですけど、めちゃくちゃおすすめです。そんな感じでコリンクからお話ししていきます。コリンクはね、フィールド限定であることに加えて、先ほどまであれだけニャオハオをしていた人物がこれを作っておりますので、そりゃもう S ランよ。なぜかね、ABB のオイルのポケモンとしても AAA 組を差し置いて最強だったりもするので、あまりにも隙がないなとは思ってます。本当にフィールド限定であるところだけがネックなのかなっていう感じですかね。なので本当にゴールドスヤスヤはコリンクのために訪れたい場所なんじゃないかとも思ってます。現在ね、トマトもオイルも料理環境的な立ち位置非常にいいですし、ゴールド環境からアンバー環境まで最前線でお手伝いし続けてもらってます。実は電気タイプ唯一の食材得意でもあって、ライコーの横に置きたい一匹でもあるので、本当にそういったところまで何から何まで優秀だなと思ってます。ってことで、フィールド限定の激推しポケモン、文句なく S ランク、コリンクでしたと言いたいところなんですが、実は諸説ポイントあるとは思っていて、それがゴールドスヤスヤ A ランク、デデンネですね。コリンクって言うてもいなくても問題ない系のポケモンではあると思うんですよ。トマトのポケモンもオイルのポケモンも他にかなりの選択肢がありますし、鍋拡張も本業の方々がいるということで、それに比べると料理チャンスのデデンネって結構替えが利きにくい一匹なんじゃないかなとは思うんですよね。なので、いやデデンネが S だっていう人もそれなりにいるような気がします。あまりにもわかる。ちなみにデデンネはラピスヤスヤにおいてフィールド限定のラルトスを差し置いて S に置いてます。ちょっとね、今回この表を作ってる人間が比較的料理でエナジーを稼ぐプレイングをしているので、デデンネだったりとかウッウとか水五郎みたいな料理大成功確率を上げるポケモンっているのといないのとで結構運命の差になっちゃうと思ってるんですね。なのでできたらコリンクをめちゃくちゃ推したいんですけど、ラピスでデデンネ厳選がうまくいかなかった場合はデデンネ S の気持ちで挑むしかないのかなとはちょっと思ってます。しかしながらね、ニューラ、水五郎、ホリデー玉ざらし、ヘラクロスって料理大成功に関するポケモンもめちゃくちゃ増えてきたので、そこの議論は諸説っていう感じになりますかね。ができたらラピスで確保してゴールドはコリンクを探してほしいということで A デデンネでした。ゴールドスヤスヤ最後はホゲータとしてみました。
ホゲータね、意外と出現フィールドが多いので、そこまで優先しなくても大丈夫なのかなとは思うんですけど、言うても唯一のAリンゴ食材得意なので、彼にしかできない役割は結構あると思いますし、第2食材リンゴの食材ポケモンがカイロスとかデリバードとかアブソルとかゲットしづらかったりもするのも含めて、A まで狙いたいっていうのも含めて、狙える時に狙っておくのも悪くないかなって感じで B に置いてみました。ヒーラーがここまでいないよっていう場合はパモさん優先だと思いますってことで、ここもかなりの諸説ポイントなんですが B ホゲータでした。ってことでゴールドスヤスヤフィールド限定の鍋拡張食材ポケモンコリンクが S で、料理でエナジーを稼ぐなら必須級のデデンネが A で、唯一の A リンゴホゲータを B としてみました。その他のポケモンたちについては、ディグダはネギのポケモンとしてはクワッスみたいな育てやすそうな上位互換っぽいポケモンが増えてきたこともあり、ちょっと評価しづらくなってきてて、メタモンとイーブイは全フィールド出現組なのでチャンスがついた時とかでいいかなっていう気持ちで、メリープは実は木の実 S を持たせると食材確率の低さからめちゃくちゃ活躍してくれて、ライコーとの相性もバカにならないんですけど、ゴールド来る前にゲットしたいので仙外としまして、ライコーはめっちゃ強いんですけど、私中ピックアップがあっても2週間で一度も出会うことができなかったので、狙うのは不可能ですそんな感じで、プラスルマイナンはプラスルにコーヒーを任せたい場合かなり優先してもいいんじゃないかと思うくらいポテンシャルあると思ってるので、特にプレパスに入っててメインスキルの種をそれなりに確保できるよっていう場合なんかにはぜひとも優先度上げてみてほしいなと思いました。マイナンはどうなんだろう。エレズン、ローなストリンダーにしたいという気持ちもあるんですけど、プラスルとセットで優先度を上げてみてはっていう感じになりますでしょうかね。ムンナはラピスを超えてきちゃったのでまたの機会にって感じでしょうか。でパモさんはライコーがいる場合だったりヒーラーがいない場合は優先度めちゃくちゃ上げてください本当に S ランク相当にしてもいいくらいかもしれないですね。めちゃくちゃ強いですパーモットってことで、ゴールドスヤスヤは基本コリンク、デデンネ、ホゲータ、パモを中心に場合によってはプラスルが入ってくるかなっていう感じの電気パラダイスですかね。未進化しかねこっち表示してないんですけど、普通にピカチュウも出現しますし素敵な睡眠タイプだなと思います。といったゴールドスヤスヤでした。さあそれでは最後はゴールドぐっすり S ココドラ A コイル B カモネギとしてみました。カモネギがねかなりの諸説ポイントだとは思うんですけれども、お話ししていきたいと思います。まず S ランクココドラ、第2食材にコーヒーを持っている比較的厳選しやすいコーヒーの食材ポケモンとして非常に評価しているポケモンです。元気チャージも優秀なんですけど、なぜか元気チャージが使えて豆ミートを集められるポケモンってホゲータとか含めて結構いるんですよね。なので基本はコーヒーで探すことになるのかなとはちょっと思ってます。次のねアンバースヤスヤに人影が控えてくれているので、ミートで狙うかコーヒーで狙うかは人影込みで検討してみるといいんじゃないかなとは思います。逆になるかもしれないんですけどね、ココドラがミートになっちゃったからアンバーでは生姜の人影を狙おうみたいな感じで、本当にボスゴドラへの進化レベルが30を超えているのがねちょっとネックではあるんですけど、レベル30まで飴で育成する際の経験値が増えるようになったので育てやすくなったことも素敵な要素だなと思ってます。本当にコーヒー担当としてはアゴジムシ、プラスル、ココドラ、ワンチャンヤミカラスの誰かを選ぶ形になるかなと思います。で実はねココドラって若草 EX にも出てきてくれるのでフィールド限定のポケモンではないんですけど、この後 A に置いたコイルって若草 EX ぐっすりの絶食枠に入っててココドラは入ってないって感じなので、どちらかというとゴールドではココドラを優先してもいいんじゃないかなっていう気はしてます。そんな比較的厳選しやすいコーヒー担当ココドラを S としてみました。続いて A ランクコイルにしてみました。鍋拡張のスキル得意ポケモンですね。本当に鍋拡張の話どんだけすんねんっていう感じかなとは思うんですけど、コイルは若草本島ぶりの登場となりまして、
純粋な料理パワーアップ使いの中では最強の一匹なので、ぜひとも積極的に狙いたいポケモンかなと思ってます。進化に雷の石を使うのがクワガノンとも被ってるんですが、ブースターもグレイシアもそれぞれ石を使うので多めに見てあげてもいいのかなみたいな気持ちはちょっとあります。で、プラスルを狙う場合はマイナンだったりエレズンを狙ってみてほしいなと思いますし、毎年のホリデーを見据えてキャンチケなしで挑む場合はグレイシアをそれぞれおすすめできるんですけど、鍋拡張担当としては普通に見たら間違いなく最も優秀ですし、いよいよね食材のオイルもハーブも立ち位置が向上したのでさらに強くなってるなと感じてます。私もジバコイル2体採用してたりしますね。そんなコイルを A としてみました。で、ゴールドグッスリー最後はカモネギです。ここ諸説ポイントですね。選出した理由は唯一の A ネギ食材得意だからなんですが、フレンドポイント16の AAA 厳選とかそうやすやすと終わるわけないのでねなので本当に諸説ポイントだと思います。堅実に行くんだったら本当にクワッスが育成しやすさをとってもおすすめできるんですけど、一応クワッスはラピスでも出てくるしなーってことで思い切ってカモネギにしてみました。いやー、それにしてもね、本当にゴールドぐっすりはゲットしたいポケモンが多いですよね。正直ね、カモネギはロマン寄りの選択肢かなとは思うので、ゴールドまで進めてきた手持ちを見て堅実な選択肢を選んでみてください。ってことでね、流れで他のポケモンたちのお話もしちゃおうかなと思います。まず、石つぶては、ゴース同様、出現フィールドが多くて、進化もしやすくて、能力も申し分ないっていうポケモンなんですけど、出現フィールドが多いので、仙外としました。ポテトのポケモンが多いのでね、できたら AAA の大豆担当とかを探したくはありますよね。私はまだ見つけられてないです。で、ピチューはできたらゴールドまでにゲットしたいかなと思うので、ラピス編で3番手に置いてたりしてます。で、P はね、もう少し普通に出てくるフィールドあってもいいんじゃないと思ってますで、ウパーはめちゃくちゃ難しくて、時点のところにクワッスと共に置いたんですけど、アンバーでもね、パルデアウパーで飴だけは溜まっていきますし、言うても貴重な A キノコの食材ポケモンなので、っていう個人的にね、キノコのおすすめってゲンガーなのかなとちょっと思ってるんですけど、キノコで AAA を探すとなればミカルゲが難しい分やっぱりウパーになるかなとも思うので、カモネギよりは堅実な選択肢だと思いますそしてクチートはなぜかね AAA でもレントラーの方がオイル集められるらしくて、なんでなんでしょうかで、マネネがね、私バリアードを育成しているので、個人的な評価はすこぶるいいですし、出番もめちゃくちゃあるんですよね。それこそブースターとレントラーとマスカーニャとバリアードみたいな感じで編成すると疑似的な鍋拡張食材ポケモンにもなってくれますしね、本当に評価高くて結構高頻度で編成もしてるんですけど、出現フィールドが多くないので飴が集まらないんですよね。それと第3食材ネギ以外ってありふれてる食材たちなので、そういう部分がね、なかなかおすすめしづらさにつながっているなとは思いますね。本当に強いクレセリアとかがいる方は三日月の祈りをコピーできるのでおすすめです。そんなマネネでした。で、トゲデマルはトゲデマル評価難しすぎるなとは思うんですけど、スキルゲート問題が多少の改善を見せてくれたので採用しやすくはなったと思うんですけど、言うてスキルのポケモンをよりサポートできるヒーラーみたいな立ち位置なので、手持ちがしっかり整ってから選択肢に入るかなっていうことを考えると、やっぱりトップ3とかには入ってこないのかなと今のところ思ってます。で、エレズンはミルク担当としてもマイナス担当としても超優秀なので、メインスキルの種を集められる方はぜひプラスルとかみんなまとめて探してみてください。そんな感じですかね。てなわけで改めて厳選しやすいコーヒーのココドラと若草ぶりの登場となる最強の鍋拡張使いコイルと、あまりにも諸説ある唯一の A ネギ食材得意カモネギのゴールドぐっすりでした。そんなわけでゴールド急発電所の睡眠タイプ別ゲット優先度いかがでしたでしょうか。
今回ね、料理に関するポケモンがとても多くて、アンバーの木の実得意みたいなところに対してあんまり準備できてるようなランク付けでもなかったなと思うんですけど、このタイミングぐらいから料理がだいぶ強くなってくるっていうのと、ラピスのミニ竜、アンバーのアゴジムシが、ゴールドのアゴジムシがアンバーでタイプ一致っていうのと、あとはデデンねっていう要素でゴリ押そうと思っている的なそういう部分が私のこの考え方からは見て取れるなと作ってみて自分自身でも思ったので、やっぱり結構人によってだいぶ違ったランク付けになりそうだなと思いました。私のはね、本当にゴールドくらいまででしっかりと料理の基盤を整えるぞみたいな方にかなり配分が割り振られてるような感じがしますかね。そして今回これを作ってて話してて思ったのが、プラスルに対する考え方、これめっちゃ重要なんじゃねってちょっと思ったんですよね。そのプラスルってアンバーにも出てくるので、言ってしまえばゴールドでのコーヒー厳選をスキップできる、そんな可能性を秘めたポケモンになるわけで、それすなわちゴールドそのものを大幅にスキップしたとしても問題ないっていうことにできるポケモンってことになっちゃうんじゃないかなと思うので、今回なんやかんやお話ししてきたんですけど、真に議論すべきはプラスルについてなのかもなとちょっと強く思いましたぜひね、プラスル使いの方はプラスルのコーヒーがどうかとか、コーヒー以外もネギもかぼちゃもいい感じにたまるぜとか、使用感的なところをね教えていただけますと幸いです。本当にコーヒーをスキップするんだったらクワガノンやココドラをパスしてもいいですし、アゴジムシをキノコで採用しやすくもなりますよね。で、ニャオハはラピスでも出てきますし、バケッチャはアンバーでも出てきますし、デデンでもラピスで出てくるし、コイルはマイナスの誰かがいればいいみたいな感じになりそうなので、相当スキップできちゃいそうなんですよね、ゴールド。なので本当にプラスル採用チャートであればゴールドの滞在は最低限でラピスの滞在時間を伸ばすことになるのかななんてちょっと思ったり、でもラピスって言うても結構リサーチの下振れるフィールドだったりするじゃないですか。なので長居したいかと言われるとどうなのみたいなところもあり、結局ゴールドスキップは現実的ではないんですかね。もしかしてムンナの評価が上がる話だったりしますこれゴールドはリセマラしてたらライチュウがねめちゃめちゃ活躍できるっていうのも相まって、プラスル採用しても普通に滞在するルートもありそうですよねそんなわけでちょっとリセマラなしだとゴールドスキップが主流になる日も来るのかもしれません来ないかそんな感じでね、ゴールド編かなりやってよかったなと思いました。次回はねラピス編になるわけなんですけれども、ちょっとプラスルチャートの存在も頭に入れて、ふんわりだけね頭に入れてお話ししていければなと思います。そんな睡眠タイプ別ゲット優先度ゴールド急発電所編でした。ぜひね皆さんの評価だったりプラスルについての評価も教えていただけますと幸いです。プレパス入っててもメインスキルの種きついですかぜひねコメントお待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の制作の励みとなります。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。助かってます。それではね、この動画を作っている日が2月27日ポケモンデーでして、もしかしたらね明日には環境がガラッと変わっている可能性もあるかなとは思うので、ちょっとそのあたり臨機応変に次のラピス編作っていきたいなと思います。ポケモン30周年おめでとうございます。引き続きポケモンスリープも楽しんでまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。